こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。今回はホンダのグロムについて話していくぜ。予定では2021年モデルは1月末に発表。2月中旬の発売だったらしいんだが、延期になってたんだな。ようやく目処がついたのか。国内モデルは3月9日に発表されましたね。ファンでキュートな、鳥山明ワールドにぴったりなバイク。国内仕様の新型グロムを紹介するとするぜ。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。じゃ、始めるとするぜ。新型のボディカラーだけど、グレーとブラックの2種類だな。それに比べて、生産国の対仕様はカラフルなラインナップですね。レッド、ブラック、ブルー、グレーの4種類ですね。で、今回も国内カラーにレッドはなし、と。今回も？以前紹介した XADV にもレッドはありませんでしたね。ホンダの国内ラインナップを廃企業別で眺めてみると、小廃企業や小型車にはほとんどレッドの設定がないな。ホンダレッドはコーポレートカラーなんですけどね。グロムにレッドがないのは残念だが。でも、今回はそんな心配はないんですよね。新型グロムは、外装パネルが簡単に取り外せる仕様なんですよね。そうだな。3つのボルトを外せば、パネルは簡単に取り外せる。タイでの発表の時に、外装交換キットの発表もあったな。外装交換することで、スクランブラーやアドベンチャーにチェンジだぜ。外装だけじゃなくて、マフラーやタイヤも合わせて変えれば、走るフィールドに合った性能にチェンジできるんですよね。販売元の H2C はタイのホンダアクセサリーブランドで、新型バイクの発表に合わせて、色々なパーツを発表してくれるぜ。しかし、残念なことに。フラグ立った。更新されたグロムのサイトには、脱着が容易なカウルやサイドカバーって記載はあるけど、着せ替えパーツについては触れられてない。あらま。グロムは小さなボディと大きな遊び心を持ったバイクだ。それだけに、H2C パーツの公式日本導入がないのは残念だ。エンジンは先代グロムより若干パワーアップしてるぜ。9.8 馬力から10馬力にアップしてますね。それに合わせて、馬力、トルクの最大発生回転数もアップしてる。馬力は7000回転から7250回転へ。トルクは5250回転から5500回転になっています。規制対応で失ったパワーを取り戻すため、回転数アップでガソリンの燃焼状態を良くする方法ですね。その分耐久性が必要になるけどな。排ガス規制対応も、色々と大変ですね。環境問題に直結するって言われてるからな。仕方ない部分だ。では、今回の目玉、5速化についてはいかがですか、マリサさん。いわゆる一つの嬉しいニュースでしょうか。以前乗っていたエイプが4速だったけど、正直、あまり気にしてなかったけどな。逆に、ギアが少ない方が楽っていうか、また適当なことを。街乗り中心だったしな。それはともかく。5速化されてより小気味よくシフトアップできるし、5速目はハイギアで、最高速度も数キロアップしてるぜ。先代の4速、新型の5速、用途に合わせて選んでくださいね。最近のホンダホイールデザインは、Y 字スポークをよく見かけるけど、新型グロムのホイールは、スタンダードな5本スポークだな。これ、昔憧れたレイズの TE27 風ですね。金色に塗りたい。タイヤサイズに変更はあるの？フロントは120の70で12インチ、リアは130の70で12インチだ。サイズに変更はないな。ブレーキは前後ディスクで、新型にはフロントに ABS が装着されたな。主のエイプのブレーキはドラムで、全然止まりませんでした。でも新型なら、猿が飛び出してきてもブレーキをガツンと握れば、猿ダイブする心配は減るってわけですね。猿以外にも色々いるけどな。メーターのデザインが少し変わったな。フラットでスクエアなデザインになって、見た目もスッキリだし、引き締まった感じは好みだぜ。CRF250 や CB125R と同じ形ですね。パッと見同じ形なんだが、エンジン特性が違うので回転数表示は違うし、反転表示してたり、微妙に変わってきてるな。レブインジケータもあるし、液晶部の輝度調整もできるし、ギアポジション表示も追加されてて、ちょっと羨ましいです。よく主が7速へチェンジしてますからね。全然気にしてないけどな。気にしてますね。タンク容量が 5.7 リッターから6リッターにアップしてる。そして、燃費も 67.1 キロから 68.5 キロにアップしてる。その結果は？航続距離が382キロから411キロにアップだぜ。約1割アップですね。すごいです。
民からで平均燃費を調べたら 52.62 キロだったから、ギリギリ60キロ台に乗るかなってところだな。排気量制限で、高速が使えないことを考えると、燃費スペシャル的な走りはできませんね。まあ、この燃費なら全く心配ないな。さっきも少し話したけど、大使用発表の時に、一押ししてた着せ替えパーツの発表は、国内向けにはなかったな。更新されたグロムの情報ページにも、ホンダモーターサイクルジャパンの二輪カスタマイズパーツページにも、交換パーツについては、何にも記述されてませんね。サイトには自分らしくカスタマイズという見出しがあったのに、タイと日本の差は一体。やっぱり、日本では需要が少ない、ってことなのでしょうか？新型グロムの国内年間販売台数を見てみたら、2500台だったな。これは多いの？少ないの？そうだな、なんか良い数字はないかな？ちょっと数字を作ってみたぜ。これは、最近のホンダ新型車種で、販売計画台数と希望小売価格を単純にかけた表なんだけど、新型グロムは、販売台数では多い方だな。でも、売上的にはそれほどでもない。ここから推測すると、そういうことですね。国内販売数だけだから、世界的な販売数はもっと変わるだろうけどな。グロムは絶対性能がうんぬんってバイクじゃないけど、やっぱり新型は細かい部分に手が入ってて、性能もアップしてる。デザインも初代風に戻ったので、このデザインが欲しかった人には良いタイミングですね。発売日は3月25日、価格は税込み38万5000円だ。さ、仕様も分かったところで、グロムの小ネタ言ってみようか。素朴な質問なんですが、グロムって名前の由来は何でしょう？欧州やタイでは CBR とか CRF みたいな英字で、グロムってのは国内名だったんですよね。そうだな。元は MSX でミニストリート X エクストリームの略だな。で、グロムの意味だけど、グロメットから来てるらしい。グロメットって、これですか？正解。穴が開いた部分を保護する役目を持ったパーツだな。新型の外装にも使われてて、デザインの特徴になってるぜ。でも、ホンダのバイク QA で調べたら、全然意味が違ってた。それは？エクストリームスポーツを楽しむ若者っていう意味があるんだって。ターゲットは若者ってことなんですね。でも MSX って聞くと、視聴者さんの世代だとこちらのイメージが強いのでは？ゲーム機買ったぜって遊びに行ったら、MSX が置いてあって、子供心に超未来を感じてたな。キーボード操作は難しかったけどな。グロムにはライバル車種はあるの？もちろんあるぜ。ネットで調べてみたら、川崎の Z125 プロや、ヤマハの MSLAZ だな。MSLAZ って、あまり聞いたことがないですね。そうだな。俺もグロム、ライバルでググるまで知らなかった。こいつは 150cc でタイヤもグロムや Z に比べて一回り大きい。それに、タイヤマハの販売で国内では販売されないから、比較からは外しとくぜ。グロムと Z の比較ポイントをざっとまとめてみた。こんな感じだな。キャリパーのポット数が違ったり、メーターが穴デジだったり。少しずつ差はあるけど、一番の違いはエンジンの性格だな。というと？諸言量やレビューからの推測になるけど、グロムは低回転トルクがあり、ストップ5の街乗りは得意だな。ふむふむ。Z は高回転型のエンジンと、制動性能が高いウェーブローターを装備してて、走りがより楽しめる仕様になっているな。見た目はどうですか？好みの問題だろうな。Z125 プロは川崎のデザインだし、グロムはフリクリの感知だし。いや、似てない気が。それと、大きな違いといえば、車外パーツの量が全然違うぜ。ウェビケで検索してみると、グロムは2767点だが、Z125 プロは783点だ。結構差がありますね。グロムの方が3倍以上豊富ですね。あ、どうした？ H2C のグロム着せ替えパーツがありますよ。スクランブラー風、モタード風の着せ替えがありますね。そうか、着せ替え外装はネットで購入できるのか。さあ、どちらを選ぶか、悩み倒してくれ。グロムは、手が痺れるぐらいの振動があるって動画を見ましたが、実際はどうなんでしょ？主がエイプ100をいじってた時の話になるけど、田舎の峠道をそれなりの速度で走り続けてた時は、エンジンの振動でバックミラーの風景はぐにょんぐにょんだったな。バイクを降りた時も、手はビリビリに痺れてたぜ。ま、ライダーとエンジンの距離も近いし、バランサー機構もないし、短気筒だし。手の痺れは仕様だな、仕様。そうなんですね。
短気筒で体が痺れるのが嫌なら、まったりコトコトツーリングをおすすめするぜ。煮込んでどうする？トルクがあると言っても 125cc ですし、走った感じはどうなんでしょう？新型は低回転からエンジントルクが発生してるし、幹線道路の合流で流れに乗れないってことはないと思うぜ。振動さえ我慢すれば、それなりのスピードは出せるしな。車体が軽いし、5速化もされたし、気持ちよく走り出せそうだぜ。でも、勝敗企業をセカンドバイクとして購入して、初めて乗った時の非力感に絶望してましたよね。まあ、今思えば、それもこのクラスの味だな。新型ブロムが純正で履いてるタイヤは、耐性の B ラバーっていう銘柄なんだが、どうもロングライフ性重視で、グリップ力はそれなりらしい。この話題は、民からのオーナーレビューやブログで話題になってたな。そのせいなのか、先代は途中から IRC 製に変わったらしいですよ。新型ブロムのタイヤはどんな感じでしょうね。新型オーナー様、レポート待ってます。ホンダ正規二輪車取扱店でホンダの原付1種、2種を買うと、盗難保証が1年無償になるサービスがあるんだな。過去にも期間限定でキャンペーンを展開してましたね。でも、説明サイトを見たんだけど、詳しい内容を見つけられなくてな。長尺ですか？悪かったなパソコン苦手で。で、保証はお金で戻ってくるのか、現物支給なのか。よくわからないぜ。そのあたりは購入時にしっかり確認してくださいね。まあ、このサービスを使う状況にはなりたくないけどな。ホンダモーターサイクルジャパンのリリースに、入荷遅延の説明が掲載されてた。タイからの輸送遅延発生ってお知らせですね。原因はコンテナが不足してて、出荷できないって話らしい。コロナの影響から回復しつつある中国工場が、北米向け出荷を再開したけど、肝心の北米はコロナが収束しておらず、人不足で配送が遅延。コンテナの返送が遅れ、次の出荷ができず、その煽りを食らってる。ってのが、出荷遅延の理由らしい。ハンター株や XADV など、人気車種はみんなこの理由で入荷が遅れてるらしいですね。まあ、なんかの縁だと思って、こまめにバイク屋を見に行くとするか。縁より予約ですよ。こうしてる間にも、国内割当分がどんどん減っていきますよ。欲しい人は、バイクショップへ急げ。俺は CB1000R を見に行ってくる。何の前振り？じゃ、今回はここまでだな。お次はエンディングです。さて、新エヴァンゲリオン劇場版だが。やっぱり、その話題ですか？新エヴァの考察でもしますか？いやそれはやめとく。あ、でも一つだけ。するんかい。映画を見るときは、いつもながらの効果音に注目だ。光線発射シーンの直前で鳴るんば音って音とか、コツ、コツっていう足音とか、ですかね。効果音がかっこいいアニメは、最高だぜ。あと、セリフ回し。お互い離れたところにいるんだけど、カット割りで会話している演出。爆発した。いや、大丈夫だ。それ、オネアミスの翼。なぜ、私がシオに。それナディア。あれ、そんなセリフはなかったような。とにかく、の作品をリアタイで見てきた人には、刺さるところがいっぱいの作品でした。エヴァネタもほどほどにね。合点承知。では、今回はこの辺で。それでは、See you!